皆さんこんにちは、吉堂です。今回は P5X に新しく追加された限定電撃アタッカーユイの性能、育成、パーティー編成について徹底解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ユイの性能について見ていきましょう。ユイの特徴は何といっても固有スキルによる追加攻撃です。ユイは他のキャラクターがペルソナスキルで攻撃した時 35% の確率で敵単体に電撃属性の大ダメージを与えます。この追加攻撃が本当に強力で、ユイのクリティカル率の高さも相まって育成が進んでいけば追加攻撃のたびに敵単体に1万2万といったダメージを平気で出していくキャラクターになります。ただ追加攻撃の確率が 35% というのは低く感じますよね。しかしユイには追加攻撃の確率を 100% にするようなスキルがついているので、毎ターンほぼ確実に追加攻撃を発動することができます。そのスキルの内容について見ていきましょう。ユイの第1スキルは敵1体に電撃属性の大ダメージを与えます。敵が感電状態でなければ敵を感電状態に、敵が感電状態だった場合はスキルの火力が上がるという無駄のないスキルですね。とはいえこのスキルで感電状態にできる確率はそんなに高くありません。ユイを使う際は敵を積極的に感電状態にしたいので、他に感電状態を付与できるキャラクターを用意しておきたいところです。第2スキルでは敵全体に電撃属性ダメージを与えます。さらにスキルのメインターゲットに対しては 25% ダメージがアップしますね。ユイは単体攻撃が得意なキャラクターなので、このスキルはあまり使う機会がないかもしれませんね。そして第3スキル、これが特に強いスキルなんですが、このスキルではユイの攻撃力をアップしつつ味方1体を遊び相手という特別な状態にします。この遊び相手になったキャラクターがペルソナスキルで敵にダメージを与えるとき、ユイは普段より強力な追加攻撃を確定で発動するようになります。この効果は2ターン続き、2ターンに1回しかこのスキルを発動はできないため、このスキルを2ターンに1回使いつつ第1スキルまたは第2スキルで攻撃していくのがユイの使い方です。そしてユイのハイライトスキル、ユイのハイライトはユイの攻撃力をアップしつつ1ターンの間ユイの追加攻撃が確定で発動する状態にします。このハイライトスキルも非常に強力で、第3スキルとハイライトがあるおかげでユイは安定して追加攻撃を発動することができるというわけです。ここでユイの全スキルを翻訳したものも見ていきましょう。ここまで説明したスキルの他に、ユイは感電状態の敵に対してダメージがアップするスキル、そして第3スキルを使っている時にユイ自身と対象になっている味方のクリティカル率をアップするというスキルも持っています。感電状態の敵はクリティカルを受ける確率が 10% 上がるという効果、そしてユイは他のキャラクターに比べてクリティカル率が高めに設定されているキャラクターなので、追加攻撃による圧倒的手数、そしてクリティカルによる大ダメージ、それが V というキャラクターの戦い方です。育成が進んでいけば追加攻撃のクリティカルで平気で2万ダメージとか出るようになるので、限定キャラクターにふさわしく現時点で最も単体火力が出るキャラクターになっています。続いて V の星4、星5装備についても見ていきましょう。 V の星4武器はクリティカル率をアップしつつ追加攻撃を受けたキャラクターが受ける電撃属性ダメージもアップします。そして星5武器はクリティカル率をさらにアップしつつ追加攻撃の火力を上げ、追加攻撃のきっかけになったキャラクターが電撃属性キャラクターだった場合、追加攻撃の火力がさらにアップします。星4武器の状態でも強力ですが、星5武器になると追加攻撃の火力が凄まじいことになりますね。お次はユイにおすすめな装備品についてです。ユイのおすすめ装備は成長の大アルカナ、そして転換の小アルカナの組み合わせで決まりだと思います。転換の小アルカナはセット効果で電撃属性ダメージをアップ、さらに成長の大アルカナとの組み合わせは追加攻撃のクリティカルダメージを 50% アップするというまさにユイのための組み合わせになっています。おすすめのメインステータスの組み合わせはこんな感じです。空と太陽は固定で、月はダメージアップか攻撃力アップ、星はクリティカル率アップかクリティカルダメージアップ、タツは攻撃力アップがおすすめになっています。 V はとにかくクリティカルでダメージを出していくキャラクターなので、サブステータスもクリティカル系のものを優先していきたいですね。ただクリティカル率は 100% を超えてしまうと意味がなくなってしまうので、そこは注意してください。この装備品システムについてはまた別に動画を投稿する予定ですので、わからないという方はそちらを参考にしてください。ここまでユイの性能について見てきたので、ユイの強み弱みについてまとめていきたいと思います。ユイの強みは何といっても追加攻撃による単体火力と
高いクリティカル率によるクリティカルダメージです。ユイの弱みは、ユイだけでは安定して感電状態を付与できない点と、味方が攻撃してくれないとユイの追加攻撃が発生しない点です。この2つがあるせいで、ユイのパーティー編成のパターンはある程度制限を受けてしまいます。また、クリティカル率が高いといっても、クリティカル率を 100% にするのはかなり大変なため、下振れを引いてしまうとあまり火力が出ないキャラクターになってしまうでしょう。味方が攻撃した際の追加攻撃の発生確率も基本的には 35% なため、火力が安定しないという側面もあると思います。ですが、その欠点を補ってあまりある火力ですので、十分におすすめできるキャラクターです。それでは最後に、ユイのおすすめパーティー編成について紹介していきましょう。先ほど話した通り、ユイのパーティーには感電状態にしてくれるキャラクター、さらに追加攻撃発生のため、できうる限り味方全体が攻撃するキャラクターである必要もあるでしょう。おすすめの編成パターンを2つ紹介します。まずはクローザーが感電状態を付与するパターンです。クローザーはスキル1で安定して敵に感電状態を付与でき、なおかつスキル2で味方全体の電撃属性ダメージもアップさせることができるため、ユイとの相性は抜群になっています。残りの1枠はモルガナ、ソイといったヒーラーがおすすめです。特にモルガナは攻撃しながら自動発動するスキルで味方を回復してくれるため、味方全体で攻撃してほしいユイとの相性はいいですね。そしてワンダーのおすすめペルソナは、味方全体のクリティカルダメージをアップさせてくれるユルング。ユルングは電撃ガードキルも持っているため、耐久を持った相手でもユイが使いやすくなります。またユイ、クローザー、モナというパーティーでは敵に対するデバフがありませんね。その場合は敵単体に防御力デバフを与えられるキャラクターを連れていくと良いでしょう。おすすめはヤノシーク。ヤノシークは専用スキルで敵単体にダメージを与えつつ防御力デバフを与えることができます。攻撃とデバフを同時に行うことができるため、こちらもユイとの相性は抜群です。次のパーティーはワンダーが感電を与える役になるパーティーです。この場合ワンダーは雨の渦目を使って敵に感電状態を与えていきます。雨の渦目は感電状態を与えると味方全体のクリティカル率もアップしてくれるため、ユイとの相性はかなりいいですね。そしてパーティー残り2枠は結構自由枠なんですが、最も強い組み合わせはジョーカーとリンになると思います。ジョーカーは行動回数が多いため、味方が行動するたびに追加攻撃の可能性がある V との相性が結構いいんですよね。そしてジョーカーとユイに足りないデバフを与えることができるリン。この組み合わせだとヒーラーが足りないため、ワンダーはヒール役も兼ねることになります。ワンダーだけではヒールが追いつかない場合は、リンの枠をソイに変えるといいでしょう。ユイクローザー軸とユイワンダー軸、どちらのパターンも強力ですので、手持ちのキャラクターや敵との相性を考えて編成してみてください。支援キャラクターの枠はどちらのパーティーでもオキャンがおすすめです。オキャンは第3スキルで感電状態の敵に対するダメージを上げてくれますからね。ただオキャンだと耐久が足りないといった場合はパペットを使うと良いと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ユイは限定キャラクターにふさわしい火力、そして追加攻撃とクリティカルによる爽快感が魅力的なキャラクターです。ユイを引いたという方はぜひこの動画を参考にユイを使ってみてください。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をバンバン投稿していくので、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。